オタクに害はないってことを知らしめてやりゃいい。オタクに害はない？ああ、そうとも。オタクが悪影響を及ぼすもんじゃねえって分かってもらえりゃ、婚約者も沙織にオタクをやめろとは言えなくなるだろ。確かにそうかもしれませんが、しかしそんなに簡単に行くわけないでござるよ。そりゃ簡単に行くわけねえよ。さすが京介氏、ちゃんと分かっているでござらんか。当たり前だ。俺だってまだ把握しきれてないところがあるからな。他人に話して理解してもらえるものかどうかは人それぞれ。それがオタクの奥深さというものですぞ。拙者はオタクである自分を肯定しております。しかし世の中にはアニメや漫画などのサブカルチャーを害のあるものとして受け止められない方もいるのでござる。確かにそうかもしれねえ。でもだからって自分の生き方を曲げる理由にはならないだろ。あ、それは。自分たちの好きなものを好きだと言って何が悪い？何を恥じる必要がある？堂々としてりゃいいんだ。むしろ卑屈になるから鬱陶しく思われるんだって。その言い分を分からなくはないのですが、諦めちゃダメだ。大丈夫、俺には秘策がある。秘策でござるか？ああ、実は一般人にオタクを理解してもらおうとするのはこれが初めてってわけじゃねえんだ。と申しますと？前に説得された現役モデル女子中学生綾瀬がいる。そう、妹をたぶらかす変態兄の称号を得たあの忌まわしき剣のことだ。正確にはまだ納得してもらえてねえけど、それはあえて言うことじゃねえし。女子中学生、ガードが硬そうなところではありますな。しかし今回は大人の男性が相手ですぞ。女子中学生を相手にするのとは敷居が違うってか？そういうことでござる。だからどうした？むしろ酸いも甘いも噛み分けた大人だからこそ分かり合える趣味ってのもあるんじゃねえの？大人だからこそ分かり合える？確かに大人の男と比べたら女子中学生は誰も踏み込んだことのない白銀のゲレンデ、一から教え込み思考を植え付けるには最適かもしれん。だが何度も人が滑って踏み固まった大地こそ種がしっかり根付くとは思わんのか？はあ、そう言われるとそんな気もしなくは。それにうちの頑固親父だって霧野のオタク趣味を害があるってやめさせようとしてたけど最終的には認めてくれた。だから大人だって話せば理解してもらえるって。いや、拙者はごまかされませんぞ。なんでだよ。ったく今日の沙織なんかノリ悪いぞ。ノリの問題ではないのでござる。一般人にオタクを理解してもらうのはリスクが高いのでござるよ。拙者が変なことを言って相手や両親に迷惑がかかることは避けたいですし。迷惑って？とにかく拙者は負け戦はごめんでござるよ。始める前から負けとか決めてんじゃねえ。お前は何様だ？うちの妹様かよ。京介氏？自分の未来を分かったように決めつけんな。自分の未来ならなおさら自分で切り開いてみせろ。